どうも、海外テックのこれまじミントです。リナです。今日は数日前にこの番組から追放したある言い回しの話です。私たちの過去188本の台本のうち144本、割合にして 77% で使っていた言い回しを数日前丸ごと禁止にしたの。禁止した後の13本は使用ゼロ。しかも禁止した翌日、海外のザ・アトランティック紙がこの構文を AI の文章で最もよく知られた癖の一つとして報じました。複数の AI 企業に共通する現象で、取材に応じたオープン AI の担当者も改善に取り組んでいる最中だと説明しています。うちが禁止した翌日に業界全体の未解決問題だったって記事が出たってこと？これマジ？全部見せます。この方の名前は英語で It's not X It's Y、日本語で言うと X を一旦退けてからすぐに Y へ言い直す構文です。なんか聞いたことある気がする。どこかで見た形かも。ザ・アトランティック紙のウィル・オレマス記者が2026年7月、この方を AI の文章で最もよく知られた癖の一つとして報じました。オープン AI でモデルの振る舞いを担当するプロダクトマネージャー、ローレン氏・アロマニューク氏は、この方を対比的な言い回しを意味する言葉で呼んでいます。名前までついてるんだ。そんなに有名な話なの？一般には、ネガティブパラレリズム、否定の並列という呼び方の方が広まっています。呼び方は複数ありますが、指しているものは同じです。で、うちが禁止した言い回しと、その方は本当に同じ構造なの？はい。うちの過去台本、144本分の実例を今回すべて見返しましたが、構造は完全に一致していました。前半と後半、二つの文が同じ形のまま向き合っているから、並列と呼ばれています。違うのは、片方が退けられて、もう片方だけが残る点です。じゃあ、今この瞬間に試してみようよ。いいですね。台本を書いているこの場で、GPT-5.6 に3問、クロードに2問、この話とは無関係などうでもいい質問を投げてみました。どんな質問？良いリーダーとは、失敗の価値とは、GPT-5.6 にはもう1問、リモートワークが会社の文化に与える影響も聞きました。中身に仕込みなしの、普通の質問です。GPT-5.6 の失敗の価値とは、の回答、途中にこの一文が混ざっていました。スライドの英文、さっき説明した、一旦退けてから言い直す構造そのものです。頼んでもいないのに、勝手に出てくるんだ。クロードの良いリーダーとは、の回答にも、この方の変化型が出ました。スライドの英文を見てください。こちらも同じ構造です。狙って避けようとしてるわけじゃないんだよね。元で出てくるんだ。これ。GPT-5.6 は3問中1問、クロードは2問中1問で、この方が出ました。良いリーダーとは、の GPT-5.6 の回答と、リモートワークの影響、の回答では出ませんでした。数はまだ少ないですが、狙って探したわけでもないのに、これだけあっさり見つかったのは印象的でした。なぜこの方が消えないのか、実は AI 企業自身も、はっきりとは説明できていません。有力な説は、大きく2つあります。2つも？1つ目はザ・アトランティック氏が挙げている説です。AI を訓練する過程では、人間の評価者が答えを採点します。人間の評価を通じて、この方が強化された可能性がある、という説明です。一旦退けてから立て直す言い方は、深く考えた末の答えに聞こえる、賢そうに見えるんです。中身は同じでも、言い方だけで賢そうに見えるかもしれないってこと？そういう理屈です。もう一つは、AI 文章検出企業パングラム社の創業エンジニア、エリアス・マスルー氏が唱える説です。すでにインターネット上に、この方を含む AI 生成文章が大量にあります。新しい AI はそのインターネット上の文章から学習するので、AI 生成文章に含まれるこの方をまた学習してしまうというループです。AI が AI の書いた文章から AI っぽい癖を覚えていくってこと？もう自分では止まれない感じ？パングラム社の推定では、この It's not X It's Y 型の文は AI の文章で人間の文章のおよそ3倍出てくるそうです。これはパングラム社独自の推定で、査読を受けた学術研究による測定ではないという点は伝えておきます。3倍か。でもそれ、本当に AI 側だけの問題なの？人間だって使うでしょ、この言い方。もちろん人間も使います。ただ、その使う頻度にこれだけ差が出ているという報告です。AI がなぜこの言い回しを手放せないのか、AI 業界全体としてもまだ完全な答えは出ていません。それくらい根が深い話だという証拠です。台本を書きながら私たちが実際に確かめる。こういう検証、これからも続けていくよ。見逃したくない人は登録しておいてほしいのだ。理屈は分かったけど、
実際に困ったことになった例ってあるの？あります。アメリカの金融機関、シティゼンズ・ファイナンシャル・グループの2025年次報告書に、この方と同じ構造の一文が見つかっています。スライドの英文がその一文です。プライベートバンク部門の成果を企業全体の成果として位置づける内容で、この構造がもう企業の公式文書にまで出てくるくらい定着している例です。それって別に間違ったことは言ってないよね？何が問題なの？内容が間違っているわけではありません。ただ、この構造が目立つと、読者に AI が書いたのではという見方をされやすくなります。もっと大きな例もあります。ホラー小説、シャイ、ガールは、この方を含む複数の言い回しが読者の間で話題になった後、出版社のアシェットが調査に乗り出し、イギリス版の販売を止め、アメリカ版の出版も取りやめました。著者本人は自分で AI を使ったことは否定していて、依頼した編集者側の作業だったとしています。調節まで出版社が調査に乗り出すほどの話になったんだ。ロマニューク氏本人の説明では、オープン AI はチャットボットの言い回しの幅を広げる取り組み中だとしています。今すぐの対処法としては、ユーザー側でカスタム指示を設定する回避策を案内しています。つまり、今のところはユーザー側で工夫してねって感じ？これはそう受け取れる回答です。AI 業界に共通するこの現象は、今のところ根本的な解決には至っていません。これって自分でも見分けられるようになる？なります。何かを一旦退けてから、すぐに言い直す文が短い文章の中で何度も出てきたら、それがサインです。一回だけならただの文章術ですが、同じ段落で繰り返されていたら、注意してみる価値はあります。以前、AI の採点そのものに隠れた癖があったという回もやりましたが、今回は AI 自身の癖より先に、まず自分たちの癖を直したという話でした。自分たちの番組の癖を直しただけのつもりが、まさか AI 業界全体がまだ同じところで足踏みしてるとは思わなかったよ。今日は私たちが数日前禁止した言い回しが、実は AI 業界全体でまだ解決できていない現象そのものだったという話でした。気になった人は AI の返信を読むとき、この方を探してみてほしいのだ。よかったら高評価もお願いします。次はどんな AI の癖が見つかるか、私たちも楽しみにしています。みな、と、ミント、でした。バイバイ。